対局。驚かせたかな。まあ許せ。慣れてしまえば大したものでもない。これは私流のねぎらいだよ。一種親愛の表現とでも思ってもらえばそれでよい。親愛なのだ。そんな私ごときに恐れ多い。もったいのうございます。なんだ、では嬉しくないと。お前はこの眺めがお気に召さぬというのかな。いえ、そういうわけではありませぬ。ただ何と申しますか、びっくりしすぎて。それでヤコウ様、これは一体何なのです？知らん。はい？少なくとも言葉以上だからこそお前を招いたと言ってもいい。先の神楽には感じ入ったし、統制を前にした私なりの予感もある。そもそもいつからこうなのかわからんのだよ。ただ私は気づいた時からここにいて、要はそれだけのことでしかない。私はこんなものだから帝に拾われたと言えばよいのかな。龍明殿曰く対局だ。お前も知っているだろう。それは真理を悟るだのなんだのと、まあそういうことを言われているが、では真理とは何だ。知らんよ、そんなもの。俗に考えれば不可能なことがなくなるのかもしれない。万物の原始には全ての事象のもとがあるゆえ、そこに触れればあらゆる知と力を引き出せる。全てを悟り全てをなせるということならば、なんとも精進の好みそうな座ではないか。単なる金銀財宝と何が違う。そういうものが真理なのかな。リュウス、お前はどう思う？私はヤコウ様が天眼を持っておられるというのは聞いています。それはつまり何もかもが見えていらっしゃるということでしょう。私にはここにあるものの一辺たりとも分かりませんが、視点の違いがそのような差を生んでいると、そのことだけは理解できます。そういう意味でここと一般に言われる対局は合致しているのではないでしょうか。ヤコウ様はお好みでないのかもしれませんが、らしい荘厳さであるとも思いますし、
気分を害さないでほしいのですが、最初の印象でこう感じました。ひどく狭いと。おう。そういえばお前も目に関しては一加減ある身だったな。先見の視力はここをそのように捉えるんだ。いいえ、そんなとんでもない。私の目など夜行様に比べればゴミ虫みたいなものでして、いつも見えるわけじゃないし、見えても本当に一瞬先だし、しかも結構外れるし。よい、感想を聞いたのは私だ。それがお前の本音であれば別に間違った答えでもあるが、しかしそうか、狭いか。なるほど。ない。広がりとは己を中心にした世界に対して言うものだ。それを一切感じるとはすなわち、なるほど、これはもし型にはまったか。え？そうであるなら、兆しかな。そもそも今宵はらしくないことが多すぎる。龍明殿しかり、二子定霊しかり、京光しかり、そして私。あの礼を言おう、流水。お前をここに招いてよかった。いや、そんな、いいえ、もったいない。まあわからんでもいい。とにかく貴重な意見であったよ。二子と定霊はここで私が拾ったものだ。あれらがお前のようなことを言わぬのは道理であった。そしておそらく龍明殿、表地殿がどうしたのです？彼女らはお前と違うということだよ。何気にするな。悪い意味ではない。では先ほど型にはまったとおっしゃっていたのは。ああ、それか。お前は帝流水だ。はい。故に帝流水であり、帝流水という型にはまる。半ば騙しに近いものだが、真実の想像には違いあるまい。わかるな。この程度のことで質問返しなどしてくれるなよ。陰陽道の基本だぞ。あ、それはもちろんわかりますが。要は何事も分かりやすくしてやるということだ。誰も見たことも聞いたこともない独創というものがあるとして、それは何も分からぬということに他ならない。なぜなら誰も知らんのだからな。故にたとえ無理やりだろうと既存の型にはめてしまう。そうすることで属性を帯び、理解できるものに変質する。その逆に手垢のついた既存品を神秘に見せる手段はこうだ。何か別の名で呼べばいい。火をファイヤー、月をムーン。これは偉人の言葉だが、そう呼ばれれば摩訶不思議なものに感じるだろう。バカバカしい限りだが、これには皆が騙される。私とて例外ではない。歪みを陰気などと呼んでいるのもその一環だ。陰は暗い、よろしくない。だからこそ
堅能な不条理はその型にはまりやすい。かくして汚いは大衆にとって分かりやすい悪となる。対極とは万象を型にはめることなのだよ。お前は流水ゆえにマダラヤコウの対極を強愛に感じる。ヤコウ様の対極？前におもとじ殿が言っていました。ヤコウ様の術はヤコウ様だけのものであると。私は今までそれを再の話だと思っていました。違うのでしょうか？さてな。だが結局はやはり型の話であろうよ。時にお前は私を好いていると思うのだが、そういないか？そういないなら酌でもしてくれ。定例はやってくれぬし、ニコではいろいろと話にならん。はい、ただいま。なあ、流水よ。私にはお前の気持ちがわからん。対極に座し、天眼を持ち、全てが見えていると言われても、お前の視界は理解できない。故に慕われても答えられん。私にとって万象はこの曼荼羅。景色は遠い。美しいがかけ離れて、ここから一歩も動けぬもの。マダラヤコウという男がいるぞ。構いません。ならば私が登りますから。先ほどああは言いましたが、一応少しは目に自負があります。私から見たヤコウ様は初めから明らかに他と違う方でありました。故に追いつきたいと思います。対等などとは申しませんが、せめて新竹林と呼ばれるくらいの距離感には。ヤコウ様にそう言われるなら正直悪くはないかもしれぬと思うのです。そうか。あちらから見れば私こそがアリイカか。これは面白い。ヤコウ様？ああ、なんでもない。がぜん統制が楽しみになってきたというだけだ。奪われ、追われ、雲と型にはめられたもの。おそらく